はようございます。ビエンです。私は毎月2、3回旅をしております。そして今回の行き先は、おはようございます。私は今京都府京丹後市に来ております。2泊3日の京都ドライブ旅3日目。本日は、朝一で人気の観光エリアを散策してからの京都駅前からレンタカーで来てるので、ここから京都駅まで120、30キロぐらいですかね、戻りながら、ドライブ旅していきます。あそこが京都最北端の、灯台があるエリアなんですけど、昨日ね、雨の中車でちょっと行っただけだったんですけど、あの辺はもうね、野生の鹿とか猿がいて、本当なんかね、もう秘境感あふれる場所なんですけど、本当にこの景色すごいわ。なんかもう離島に来てるみたいな気分です。出発しますか。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。おー、素晴らしい朝だ。すごいね、朝起きて2秒でこの景色。いやー、素晴らしい宿だった。いや、マジですごいな、ここ。よかった、晴れて。昨日は朝からずっと雨だったんでね。そして人生初エリアに向かっていきます。すごい景色だ。でもなんか本当すごい、なんか離島みたいだわ。昨日野生の鹿と野生の猿が同じ道沿いにいたんですよ。なんかそういうのもね、旅の醍醐味というかね。熊に注意の看板もね、灯台のとことかにあったんですけど、熊は全然見かけてないですね。めっちゃ海きれい。ほんとなんか離島みたいだわ。でこれ左行くと京ヶ岬灯台で、そこの通りがね、野生動物いたんですよね。道路の道幅を広げてる工事してんだね。確かに結構細いね。でこっからちょっとすごいな、崖っぷちルートだわ。しばらく道細いパターンかこれ。これは国道178号だそうです。京丹後市丹後町。おー、なんか降ってきた。おー、すごいね。もう海しか見えない。伊根町に入りました。2026年4月ついに行くことができます。すごいね、この道こんな感じなんだね。これもなかなかのドライブコースかね。ドライブコースというか、なんか峠道みたいな、ちょっと怖い。船屋があるエリアまではあと15キロ。この感じで15キロだったら結構時間かかりそうだね。混んでんのかな。なんか外国人で混みすぎ問題みたいなニュースをね、ちょっと前にメディアが取り上げてたけど、平日はどうなんでしょうかね。なんかこれ、なんか到着しました。寄り道。これ展望台かな。ちょっと記念撮影してみますか。やっぱこうやってね、ちょいちょい寄り道できるのもドライブ旅の醍醐味でございます。いやマジで天気いいわ。よかった。昨日ずっと雨だったからね。釜乳、釜乳っていうビュースポットなのかな。ここはちょっと知らなかったな。この辺のルートは全然調べてなかったんで。おー、いやすごいね。マジで離島に来てるみたいだわ。この京都の北側、この京丹後とか伊根とか、このね北側の海岸沿いもめちゃくちゃ景色がいい。清水寺とかね、伏見稲荷とかはもう混みすぎちゃってあれなんでね、こっち側来るのもねめっちゃいいと思います。すごいね。もうほんとここだけ見るとなんか島に来たみたい。いやー、これだからね、旅はやめらんないぜ。すごー。釜乳っていうエリアなのか。伊根町釜乳。よいしょ。そしてこれを右に入っていきます。目的地まではあと 1.5 キロでございます。思ったより交通量もあってなんか安心ですわ、逆に。街が見えてきましたね。これ伊根中で、この伊根中のところを左に入っていくと、道の駅があります。で道の駅はね、なんか海沿いじゃないんですよね。地図で見るとね、海沿いにありそうなんですが、多分山入っていってぐるーって回るんですよね。海沿いといえば海沿いなんですけど、高い位置にあるんで、ナビの設定地点を海側に押しちゃうと全然違う場所に行ってしまうかもしれない。
まあ言うて看板があるんでね、まあ大丈夫だと思うんですけど。北道の駅船屋の里公園にある道の駅ってことか。でこれはあれか、公園の駐車場で、この突き当たりに道の駅があるそうです。瓦屋根の建物が見えてきました。もう結構車止まってるね。到着、船屋の里いいね。で道の駅はね9時からかな。まだ30分あるんですよね。展望所があるのでとりあえず景色を見に行きますかね。到着。船屋郡展望所。じゃあここの展望所から船屋を見渡せるんですかね。花火大会もあるんだね。花火大会すごそうだね。花火大会はいつあるんだ。なんかテイクアウトの店もあるよ。あと宿泊施設もあるんだよね。お食事処油屋、ラウンジ、レストランもあって、でお土産屋さん。初日が京都駅から一気に100キロ運転して、この宮津で天橋立でぐーっと行って、この京丹後の夕日ヶ浦泊まって、で昨日の朝が午前中、一気にこっち行って兵庫県の、城崎温泉昼まで行って、そっからガーって来て、で京丹後のこの最北端エリアまで、この辺ですね。この辺ドライブ旅して、でこの辺の宿に泊まって、で今日の朝ぐるーって来て、今ここにいるって感じですね。なかなかマニアックなルートでやってきました。すごい。伊根町稲浦重要伝統的建造物群保存地区。面積約 310.2 ヘクタール。東西に約2650メートル、南北に約1700メートル。まあでもここでしか見られない独特な景色ですね。こっちはちょっと木で見えないけど、こことでこっちに、こうやって見ると結構なんか山の下なんだね。海沿いのさ、平野部のイメージがあったわ、なんとなく。こうやって見るとめっちゃなんか山って感じですね。やっぱ朝はこういうところに来るに限りますね。めっちゃいい景色だ。NHK 連続テレビ小説撮影地。テレビ全然わかんないんだよな。いやーすごいわ。今日は天気も良くて、程よく日も出てて、風も穏やかで最高ですわ。伊根の船屋は全国でも類を見ない独特の建築様式を持つ漁師町です。1階が船のガレージ、2階が一室という特殊な構造は、干満差の少なく穏やかな伊根湾の海域だからこそ実現できたものだそうです。確かにこうやって見るとすごいわ。でもなんかさっきパパッと調べた感じだと、雨とか風とか虫から守るためにこの1階のガレージに船を入れてっていうのと、昔は木造の船だったので乾かす目的もあったとか書いてましたね。で2階に物を置いてるみたいな。見た目は家なんですけど、この船屋に住んでる世帯はあんまりいなくて、この1本奥の向かいに家を建てて、そこに住んでる人がほとんどだったそうですね。今も多分そうだと思うんですけど、これはあくまでもなんか船用みたいな。で今は船の作りが変わって、木造からね今の作りに変わって、1階のガレージに船を入れる人も減ってきて、でその空いたスペースを利用して1階はカフェみたいなね、カフェとか飲食店とかを始めた人も結構多いらしいですね。ここは10時から。確かにこの道の駅にあるハタハタ串とこのサバヒスク、人気ナンバーワン。確かにうまそう。どうぞ。塩サバおにぎりもうまそう。10時からなんで、一旦船のエリアを散歩して、またこっち来ればいいかね。書いてあるよ。ヒスクとはその季節ならではの新鮮な魚を使用したオリジナル干物スティック。干物とスティックでヒスクってこと？飛び出る魚汁。フードとかは10時かららしいので、ちょっと1時間ありますので、ちょっと山降りて観光案内所のとこに駐車場があるらしいので、そこに止めてちょっと散歩しますかね。そしてまさかのここで視聴者さんとお会いしました。いやまさか京都でね視聴者さんに会うと思わなかったからびっくりした。すごい偶然ですよね。やっぱこの目の前まで来ると全然違うね、雰囲気が。素晴らしい雰囲気だ。でこれが駐車場、これ駐車場かな。 Google マップだとここが観光駐車場になってるんですけど、ここに止めればいいのかな。でこれはレンタサイクルとかもあるらしいですね。平日月から金最初の30分が無料で、30分ごと300円。もうなかなか高級。伊根町観光マップ。
やっぱ展望台から見るとさ、ここが全部さ近く見えたけど、歩くともうここでもまあ7分とかなんだね。こっち側はちょっと遠そうですが、この辺ちょっと歩いてみますかね。あと遊覧船もあるね。遊覧船は朝9時から。稲とかこれめっちゃいいね。この QR コードから読み込んで、予約すると希望した時間に迎えに来て目的地まで送ってくれます。で300円。1回300円みたいな感じなんだね。朝7時45分から9時まで。めっちゃ便利だね。今日はちょっと寒いんですよね。基本的には晴れてるんですけど、海綺麗だ。やっぱこうやって山から降りてくるとまた違うね。すごい。でここに駐車場の隣が観光案内所なんで、ここでちょっと調べますか。やばい。この辺でってこと？怖っ。ここにあれループみたいなやつがあるわ。電動キックボードがある。やっぱ宿が多いですね。宿とカフェとか料理屋が一緒になってるところが多いですね。今日やってないお店が結構あるっぽいですね。たまたまお店の人がいて、今日はやんないんですよみたいな感じでした。確かになんか言われてみれば一人も歩いてない。すごい。ちょっと遊覧船の方行ってみますかね。でこっちにも観光案内所の隣と、こっちにも駐車場があります。料金は統一してんじゃない？すごい。こっから船乗れんのかな。この反対側から見るといいね。めっちゃ映えますね。すごー。こっちから見るとめっちゃ綺麗。船ってなんか特に予約しなくても乗れるのかね。パッて乗るか。1人1000円ですよね。後ろから乗れますね。すごい。めっちゃ綺麗。今9時半で、ちょうどいいんじゃない？でこれ乗ってまた道の駅戻ればいい。おお、すごい。出発。この価格すごい。あれさ、鳥生きてる？生きてない？本物の鳥？このまま船で直接乗れるってすごい。迎えに来れる。眩しい。サングラス持ってくればよかった。でもこの海から見るとまた違うね。あれお店じゃない？この辺のお店とかやってそうだね。腹減った。10時半から。へえ。じゃあ後でこの辺来るのもありだね。船こういう祭りで使う船です。へえ。はい、この船がそうですね。ここに入ってるやつ。あれじゃない？餌やりやってんのかな。すごい。こっち待ってるよ。海猫と並走してる。すごいねこれ。めっちゃ飛んでるね。いやこれはここでしか見られないね。でこれが青島。道の駅で食べれる。そうなんですか。魚とかいるのか。すごい。かっぱえびせん。めっちゃ近くまで来るんじゃない？はい。すごい。キャッチした。すごい。こんな動体視力いいんだね。こんななんかぴったりくっついてくんだね。すごい。江戸時代からあった。
すごいめっちゃ綺麗。ありがとうございます。いやーよかった。確かこの船も映える。あと船長さんでおすすめをねいくつか教えていただいたので、じゃあはしごしますかね。あっちでコーヒー飲んで、おしゃれなカフェがあるんで映えるカフェで食べて、で道の駅でも食べよう。いやー船よかった。そしてそろそろ10時になったのでまた道の駅に戻ってなんか食べようと思います。で道の駅で食べてからのカフェ行ってからのって感じですかね。道の駅は10時からテイクアウト系がね始まるらしくて、でイネカフェは10時半からだそうですね。ちょっとここでいくつかテイクアウトして食べてみよう。すごいご当地キャラクター船屋、オートバイ神社。じゃあバジル1本と塩1本と、やったで牡蠣って牡蠣は1個1000円です。今日からはいお会計になりました。じゃあ牡蠣お店の中はこんな感じでレトロな雰囲気でございます。そしてヒスクは注文してから焼いていただけるそうなので、景色を見ながら待ちます。日が昇ってきて美しくなってきた。何回見てもすごいね。食べていただけるんですけど、ポン酢かけたい。ポン酢気づいたら食べ終わってた。うまい。ということで海屋堂で買いました。サバのへしこのおにぎりとホットコーヒーとバジルの名前なんだっけ、サバ、そうヒスク。じゃ一旦コーヒー飲もう。すごい食べやすい。これがバジル。すごいねこのインパクトが長い。うまっ。うまいねバジル。これは食べた方がいい。あんまないもんねこういうの。でこれが塩。注文してから焼いてくれるから焼きたてが食べられるんでもう最高ですわ。刺身もうまいけどやっぱこう魚はね焼いてもうまい。これ良質なプロテイン。うまい。しかも魚だからさヘルシーだし、なんかサバの程いい脂身というかヘルシーさとジューシーさを兼ね備えてるわ。続いてサバへしこのおにぎり。なんかおかか的なね、おかかのサババージョンみたいな感じですかね。うまっ。熱っ。これで挟んで食べないと熱くて持ってらんないわ。でこれが、塩。これが塩のおにぎり。熱っ。個人的にはへしこのおにぎりのうまいよな。ということでありがとうへしこ。梅屋どうか。いやー美味しかった。やっぱちょうどいいね。やっぱああいう系をああいうのをなんかもう10種類くらい食いたいね。ちょいちょいいろんな店でちょいちょい食べるっていう。で景色見て食べて歩いて食べて歩いて食べてを繰り返す。もうこれが旅の醍醐味です。夜ご飯とかだったら一箇所でもう一気に食べてお腹いっぱい終わりみたいな思うんですけど、やっぱ午前中から夕方くらいにかけてはこうやってちょいちょいねいろんなところで食べるっていうのがいいよね。ドライブ旅の醍醐味ですわ。ということでイネカフェ行きます。サバがちょっと思ったよりうまかったわ。サバってこんなうまいんだっていう。普段ほんと刺身とか寿司ばっか食べてるけど、いいな焼き魚も。サバってすごいね。やっぱ焼くとさ焼きサバうまいな。なんかジューシーだけど、言うて魚だからヘルシーっていうかさ、すごいよあれは。さあイネカフェ10時半から営業開始だそうですが、ただいまの時刻は10時44分でございます。オープンして15分でどのくらい混んでいるのか。ここも混んでるね。でかい団体バスとか来てるのでちょっとね混んでそうですね。一箇所集中してそうですよねこれは。この辺で今日営業してるとこだと、10時台から営業してるとこだとイネカフェとあともう一個のカフェか。そしてさっき止めた駐車場がここなんですけど、船乗ったところね、そこも駐車場があって、イネカフェ行くならそっちから歩いた方が近いのでそっちに止めます。だいぶ人増えてきたね。さっき一人もいなかったのに。でここのカフェも混んでます。完全に日本人はいないね。ここ道つながってんのかな。ということで歩いていきます。イネカフェ、あれか、あそこにあるのがイネカフェです。こっからつながってるかな道。ここもなんかビュースポットで人気ですね。みんな記念撮影してます。奥から階段で行けるわ。
稲カフェめっちゃ混んでるね。満席で並んでんのかなあれ。いやーわかんない。絶妙な距離だよね。記念撮影してるだけなのか並んでんのか。あ、営業中だって。渚寿司。いやお寿司もありだな。営業した予約しないとあれなのか。まあ寿司も気になりますが、とりあえず稲カフェ行こう。91年前の船屋見学できます。200円。なんか2個あんのかお店。11時オープンの店と10時半。稲カフェが10時半。あ、ここにお店がいくつかあるんだ。でこれが稲カフェ。ということで稲カフェでランチにします。2階にある海が見えるカウンター席にしました。席はこんな感じでテーブル席もいくつかあります。ほら、ここに三脚自撮り棒がある。ご自由にお使いください。確かにここ映える。稲カフェ。結構お腹減ってたんでね、フードとスイーツとカフェラテと注文しました。先に席を確保してから、注文してって感じですね。2階も眺めいいけど、1階のフォトスポットもめっちゃ良かったね。待つこと数分、注文の品が到着しました。こちらはアヒポキ丼でございます。使ってる魚が稲の魚だそうですね。うまそう。ざっくり説明すると、ハワイ風のおしゃれな海鮮丼、ブリュレとホットカフェラテ。なんか甘いものが食べたかったので、こちらのブリュレとあとケーキも注文しました。めっちゃ注文してる。めっちゃ腹減ってたんでね、めっちゃ注文してしまいました。まあ、とりあえずご飯物食べて、ケーキもでかいね。そしてこのケーキがちゃんと美味しくて眺めも良くてね、最高でした。そしてこのアヒポキ丼がここ最近食べた海鮮丼とかの中でね、だいぶ上位に来るほど美味しかったです。このタイとね、これタイですかね、タイとこのアボカドのね相性とこのタレがめっちゃうまかったっすね。うまい、ちゃんとうまい。おうまそう。ブリでは追加で単品で、セットにできないんでね、追加で頼みました。おお。あっという間に食べ終わってしまった。1階のフォトスポットで最後にちょっと記念撮影しますかね。めっちゃ綺麗。おすごいね。隣はこっちがトイレで、こっちが和田摘み。これも系列店なんですかね。こっちだとお寿司とかがありますね。そろそろこっから京都駅まで140キロくらいあるんですよ。駅方面に戻りながら観光していかないと帰りの新幹線が危ないので、名残惜しいですが、そろそろ稲を出発しますかね。ブロックなんだね。おお、来た。なんかいや朝9時時点は全然人なかったですけど、11時とか12時になってくると人が増えました。まあ、95% ぐらい。いや、なんならほぼ外国人ですが、かなり人増えましたね。閑散期シーズンでこれなんで、土日祝日はすごそうです。いいね、よかったね。この船屋のあるエリアと道の駅とね、朝10時に道の駅でサバ食べて、でカフェに移動して10時半から営業してるんでね、で食べて、で、もうちょい早く来れればもう朝の9時とかに来て、で先に船乗ってとかだとめちゃめちゃいいですね。駐車場は駐車場はチョイスするけど、せっかくの旅行でね、駐車場ケチったってしゃあない。タッチ決済も使えるんだ。すごい。クレジットカードタッチ決済使えるのめっちゃいいね。ありがとう。ここからちょいちょい寄り道ドライブしながら京都駅帰っていきます。
140キロってやばいよね。コーヒーさすごい。アイスカフェラテ、スペシャリティブラックコーヒーと抹茶ラテとアイスカフェラテと平屋リンゴといろいろ買いました。あ、やっぱこの辺が一番いいかもしれない。すごい。いやー、こういうところで2泊とか3泊してね、だらーっと過ごすとかね、なんかリモートワークの人だったらね、ここでワーケーションとかもね、なんかめっちゃ良さそうだなって思いましたね。これ平屋リンゴも売ってました。これがね、このリンゴが意外とうまいっていう、見かけたらね買ってみてください。スーパーとかにもね売ってます。ここめっちゃいいね。この辺から撮ったが映えるね。そしてこっち側から抜けていけるのかな。このままずっとまっすぐ行くと今度宮津市の天橋立のエリアになりますんで、京都駅戻る途中に通過するので、天橋立は一昨日ね、リフトで登って景色見たんですけど、まだの方はぜひそちらの動画もご覧ください。で、天橋立の、北側っていうんですかね、そっちにも笠松公園だっけな、そこもねケーブルカーかリフトで登ってビュースポットがあるそうなので、寄れそうだったらそこの景色もね見てみようと思います。こっから京都駅まで130キロで約3時間かかるそうです。なんてこったい。すごいね、どんどん大型バスが入ってきます。昼過ぎからツアーバスいっぱい来んだね。そして伊根町から宮津市に入りました。宮津市街までは24キロだそうです。京都駅前までは125キロでございます。そして海沿いに出ました。これをまっすぐ南下していくと、天橋立があるエリアですね。で、天笠公園まではあと 9.4 キロだそうです。結構近いですね、ここから。今回2泊3日で、宮津天橋立観光してから、北西にそれて京丹後夕日ヶ浦行って、で城崎温泉行ってからの最北端っていう、ちょっと特殊なね苦節用ルートだったんで、時計回りというか、ぐるーってこう一周してきた感じなんですけど、普通にこの伊根町と天橋立とかで観光するならこのルートですよね。天橋立観光して、でそのまま北上して、で船屋のあるエリア見て、でまた戻ってくるみたいなのが、一般的なルートですかね。ただちょっと秘境っぽい場所が好きとか、ビュースポット巡りドライブ旅が好きな人だったら、最北端エリアの海岸沿いとかめっちゃ良かったんでおすすめですね。ただ確率的にはそんな出ないとは思うんですけど、一応熊出るって書いてあるんで、昨日、雨で観光を諦めてしまったんですけど、京上岬灯台が駐車場から15分くらい歩くらしいんですけど、そこが熊注意の看板あったんで、ちょっと怖いなとは思うんですけど、それ以外の海沿いのスポットは駐車場から景色が見える場所ばっかだったんで、ドライブ旅とかにね、ちょうどいいのかなと思います。ただコンビニとかスーパーが全然ないので、京丹後市街とか、夕日ヶ浦あたりとかあの辺で買っとおかないとって感じですかね。そして海沿いキワキワロードに出ました。やっぱ日が差してきて映えますね。もうキラキラ輝いてますわ。だってもうあれ天橋立のエリアじゃない。すごいね。ここめっちゃ眺めいいな。もうちょっとで天橋立が見えてくるかな。いいですね。個人的には京都市も、初めての旅行っていうか初めて行く時だったら、伏見稲荷とか、清水寺とかね、あの辺の観光も旅してる感があるというか、京都ならではの雰囲気といいますかね、楽しいですけど、やっぱドライブ旅慣れてきちゃうと、やっぱ京丹後とか伊根とかこっちのエリアの方が、楽しいというか、のびのびね、のんびり観光できるし、グルメもリーズナブルで美味しかったんで結構良かったっすね。で、京都は市街地だけじゃなくて、こっち側のエリアもね、道がまっすぐなとこ多くて、非常に運転はしやすいので、レンタカーでの観光でも、久々に運転するわって人でも、そんなにかなっていう、すれ違いないくらい細い道はほぼなかったんで、基本的には運転しやすいんで大丈夫かなと思います。それ看板がありました。笠松公園まであと800メートルだそうです。
まだ時間大丈夫なんでね、ちょっとリフトかリフトかケーブルカー乗ってちょっと登りますかね、せっかくなんで。リフト乗り場の近くに駐車場があるらしいので、なんか祭りやってない？祭りこれ。おお、なんかやってる。あ、これか。こっちもなんかめっちゃ混んでんね。祭りがあんのかな。22、23、24の3日間祭り参加のため臨時休業いたします。やっぱなんか祭りがあるんだね。結構坂登ってきますね。ここを登っていくとリフト乗り場があるそうです。ちくわリフト乗り場、リフトとケーブルカー両方ある。天橋立の北側にもあるんですね。こっち側にもあるんだ。じゃあ両サイド側制覇だ。あ、こっちにも店いっぱいあるわ。へえ、なんかすごいね。こっちの方が混んでるね。なんか祭りの影響かな。来た、宮津名物カレー焼きそば。ちょっと食べたいな。後で買おうかな。普通に家で食べればいいもんね。でも店内飲食できますってよ。来た、府中駅、天橋立ケーブルカー、リフト。上にもいろいろあるんだね。こっちにもまた覗き台あるんだ。上にもお土産カフェ、ダイニングあるんだね。アマテラス。リフトできますか。おお、すごい。天気がいいと映えますね。7分で上まで行けるそうです。減速運転を開始しました。減速運転なんで？なんだろう、風強いのかな。減速運転を解除します。解除された。一瞬で。どういうことだ。いやー、のどかだね。やばい、飛び降り禁止。すごい、足を上げて危険って書いてある。確かにこれ足つきそう。危ない危ない。すごい。一昨日もリフト乗ったけど、意外と飽きないね。結構高い位置までやってきました。やばい、これ普通にこれ足つくじゃん。これ怖っ。そろそろ到着だ。すごい、だいぶ高い位置まで来たね。すごい、こっちには富士の花が咲いてます。おお、めっちゃ綺麗に咲いてる。紫。そして到着。丸印で降りて左側へ出てください。怖い。すごい、カッパがいる。イサボー。カッパじゃないか。あそこのリフト登ってこっち側見てましたが、今日は反対側から来ております。笠松展望台。すごい、こんな怖っ。すごい、スケルトン怖っ。逆光で見えない。天橋立レストラン、アマダイニング。笠坊。こっちのここの展望台もいいね。笠坊、天橋立の創造とともに生まれてきた妖精。天にかかっていた橋が倒れて天橋立ができた時、その一部が落ちる途中で妖精となり、人里離れた山の上へ舞い降りた。これが正解なんじゃない？ここあれか、また覗き台2台2つあるね。すごくない？この鳥居越しにさ、なんかあれ島があるわ。ちゃんとこれさ、島の方向に。めっちゃ頭に染みてくる。すごいね。いや、すごい。このサイズの鐘だとこんな音すんだね。いや、さっき買っといてよかったわ、平屋りんご。マジこれうまい。海鮮丼もなかなか。4500円。通常のやつは2500円か。
味噌カツもあるんだね。あ、カツカレーもあるんだ。バーガーもあるわ。朝9時半からやってるそうですね。ということで一旦下に戻ります。怖いよね。おー、怖い。あ、やっぱ下りのが怖いわ。めちゃめちゃ眺めはいいけどめっちゃ怖い。ちょっと一昨日の映像とね見比べてみますかね。一昨日の映像がこちらみたいな感じで、両方来る時間があれば、一応両方寄っとくのもいいと思います。ということで出発。天橋立ありがとう。全然行けない。こっから京都駅まであと111キロありますんでね、ちょいちょい寄り道ドライブって感じですかね。京都も良かったから、ちょっと今度大阪も行こうかな。大阪の海沿いとかさ、ちょっとあるかな、秘境スポットみたいな。大阪なんだかんだ一回も行ってないからな。名古屋と三重、伊勢神宮とか行って、で広島行って、岡山行ってないか、神戸は行って、で京都行って、奈良と大阪行ってないね。和歌山も去年行ってないけど白浜とか良かったね。和歌山の和歌山県の南紀白浜、あのエリアめっちゃ良かったな。そして天橋立エリアまでやってきました。そして、一昨日ランチを食べたエリアまでやってきました。ここのねいわし寿司うまかったね。これも気になるよね。このコーヒー、お食事、保安官。一昨日はこの右にいわし寿司って書いてあるとこで食べましたね。美味しかったね。回転寿司キンパちょっとここも気になるんですよね。ちょっと見てみるかね。めっちゃ空いてるだけなのか、もう昼営業終わってるのか、ちょっとあんまお腹減ってないけど回転寿司だったら、ちょっとずつ食えるじゃないですかっていうのをちょっと、見てみますかね。ということでまだ時間に余裕があったのでお寿司をいただきます。でもうまそうだな。意外と安いやつもあるわ。レモン。最近できたお店らしくとても綺麗でした。タッチパネルから注文できます。気になったものをいくつか注文します。地魚三昧いただきます。タイ鈴木平正いただきます。そんなにお腹減ってなかったんですけど、思ったよりお寿司がうまくてどんどん注文してしまいました。これが平正か。うまっ。そんな腹減ってなかったけどやっぱうまいと食えるわ。オーロラサーモンもうまかったっすね。あとシャリもねしっかり美味しかったです。むしろ食べれば食べるほどお腹が減ってきてしまいました。これがハマチのハラミ。めっちゃうまそう。うまっ。いやハラミうまいな。続いて炙りのサーモンもいただきます。こっから100キロ運転するってなったら確かにあんまシャリ食いすぎると眠くなってやばそう。いやでもうまそうなんだよな。うまっ。からのネギマグロ、なんか全体的にね、バランスいいっていうかね、何を食べても美味しかったです。いやなんだかんだ気になってたんでこれでよかったわ。意外とうまかったな。意外とっていうかさ、ちょっと時間帯もあるかもしれないけど、なんか思ったより空いてたからさ、あれと思ったんですけど普通に美味しかったね。シャリも美味しかったわ。観光地の回転寿司って考えたら全然そんなめちゃめちゃ高いわけではない。あんまりお腹減ってなかったから何皿か食べて終わりかなと思ったんですけど、意外と食べちゃったんですよね。意外と量食べれたね。やっぱうまいと食べれちゃうのか。眠くなるっていうのが怖いね。でこっから駅まで98キロ。怖っ。ラストローソン、多分あのローソンを逃したらもうない。高速入っちゃうとねしばらくないんですよね。コンビニはないし、京都駅までの道のりが気合いです。キッチンカーで旅しようかな。いつかやってみたいな。もうキッチンカー移動販売。キッチンカーだとあれか、営業許可とかなんかちょっと販売許可がちょっとややこしいのかな。グッズを販売しながら行くみたいなね。もうマジでこうずーっとさ、もうずーっとブワーっと喋りまくっとかないともう眠くなるからね。マジで黙ると本当に眠くなるからね。 ETC 通過するぜ。宮津天橋立。イエーイ GO GO ETC 通行か。
ナイスー。大阪、京都、大阪、敦賀方面。これで間違って右行ったらもうやばかったね。行くぜー、京都戻るぜー。もうしばらく道なりの距離感えぐいのよ。62キロ先。そして50キロほど運転して半分ほど進んだので、そこでトイレ休憩入ります。この辺がないんですよね。パーキングエリアとかが全然ないんですよ。一箇所集中ですね。結構車入ってくるわ。みんなもう疲れたんだな、運転。めっちゃ広いね。フードコートとお土産屋さんと、屋台的なお店もいっぱいあります。書いてある、味見の里。ETC 通過しまーす。2110円。そして長い道のりを経て京都市に戻ってきました。ただ駅前まではあと13キロで、京都市街方面出口おります。もう90キロくらい運転したのか。言うてでもずっと高速道路だったんで、距離の割には運転時間はそんなないですけれども、いや眠かったね。この12キロがね市街地の運転なので、ちょっと意外とね時間かかりそうというか、ちょっと怖いね。でも運転時間とね、お金と時間と労力といろいろコストはかかりますけれども、京丹後とかね、伊根とかね、宮津と、あの辺はもういいですね。人生でね1回はね行ってもいいと思います。全然、割とコスパはそんな悪くは感じなかったですね。それなりに観光地化してるけど、言うてめちゃくちゃ混んでるとかめちゃくちゃ高くなってるとかはないんでよかったね。結構のんびり観光できたしよかったわ。そして駅前のカーシェアステーションまであと5キロでございます。これ左折レーンなんかい。危なかった。この分岐、ここで急な左折レーンは怖いわ。やっと戻ってきた。この奥、カメラ映ってないですけど、一番奥突き当たり京都駅でございます。いやー疲れたね。なんだかんだやっぱ2時間かかるね。宮津から100キロの道のりを経て京都駅付近まで戻ってまいりました。めっちゃ広い。こんな広いんだカーシェア。1回の運転が100キロだとちょっとね旅行の距離感じゃないよね。ということで無事戻ってきました。こんな分裂してたら京都ステーションで、今日帰るのは東京。こんな感じです。京都駅ちょっと離れた場所から見た方が全体を見やすい。久々に見たこの景色で、まさかのここにミスドがあるっていう。すごいね。こんなあんだね。すごい。一番上までやってきました。すごい。こっちが西なんだ。サンセット結構奥の方まで見えるね。ということでこの辺をプラプラ散歩して東京に帰ります。2泊3日の京都ドライブ旅でした。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。